こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は皆さんに数々の名木をご紹介したいと思います。ここに見えるこの木も今年若き名将内閣総理大臣賞作家森山義彦先生の手によって未来への明示として完成したものです。このような数百年の時間を経った木、失われていくこの木を私が20年来書いていた雑誌わびの中の映像をもとに、またそこにないものも現像者の許可をいただいて映像として皆様にお届けしたいと思います。あくまでも私が心の中に記憶として持っているものを幾点かご紹介させていただきます。お楽しみください。まずご紹介すべきは、日本を代表する盆栽2点といっても過言のない木たちです。雲渦巻く中をさながな龍が昇ると言われる心拍名昇天の龍。衝撃的なその姿は誰もが記憶に残るものです。名将不要園竹山博先生が50年間ご自身の庭で大切に育む木。一つの名樹が一人の盆栽作家のもとで半世紀の時を動かずというものは日本でもそうはありません。まさに竹山先生の心と技が込められているこの木。私が17歳の時に国風展の管理の若者のメンバーになった時、この木の脇に終日立ち尽くすんでいたことをよく思い出します。ライジングドラゴン、海外でこう呼ばれる木はこれからも竹山先生と共に健やかに日本の盆栽界を見守ってくれます。もう一つ、独特な姿を持つ五葉松の名樹、日暮。相追いする壮観のその姿は、数十年の時をかけて、表裏が別々の姿で今に受け継がれています。中野中太郎王、戦前を代表する日本の盆栽大家が、日一日を眺めても飽きることなしということで、日暮の名が与えられたと伝えられています。樹形という枠を超えた自然体の姿は、まさに自然界の中で生まれた人知を超えた樹層を描いています。日暮を超える五葉松なしと言われたこの木は、今もさいたま市大宮盆栽美術館で健やかな時を過ごしています。五葉松の大樹、奥の巨匠とも言われますが、もともとの名前はお行の松。サバミ木を絡んだどのように生きた木か、圧倒されるその姿は印象深く、思い出せば芸術院の中に高木礼二さん、犬丸館長を交えて初めて飾らせていただいた思い出がよみがえります。五葉松静寂、忘れもしません。栃木県でこの見出した木は、捻転するシャリを抱いた寛雅な神深い五葉松として、私が独立して間もない頃、高木礼二さんの目に留まり所蔵品となった思い出深いものです。五葉松双角、イカズチで打たれたように幹が二つに分かれ、シャリ管の両側に残された皮が見事な樹層を描く現代的なものにも通ずる
古典名木は唯一無二の受賞を今にも伝えています。五葉松第35回日本盆栽作風展において内閣総理大臣賞を受賞したこの木は、中型サイズでありながら、天然の厳しい生き方を大型作品を凌駕するように見せる名作です。仲間の間では、明樹日暮にも似たりということで、小さな日暮、小日暮のニックネームがついています。五葉松県外、縁あって徳川慶喜公第15代征夷大将軍の急造品だったこの木を、その直孫お孫さんの徳川義満公の奥様松平家の和子様から譲りいただいて世に送り出した作品です。徳川家の盆栽としていくつか残る中の唯一の県外作品です。図章。古くは盆栽界の恩人、高橋貞介先生が所蔵したこの木は、作りすぎることを嫌い、ハサミ作りによって持ち込んだ図章盆栽の真髄が込められた一作です。国風賞受賞も当然の格調美です。図章名子流。長くご縁があって亡くなるまでお付き合いをさせていただいた小泉薫先生が最後まで愛した名木です。先ほどの高橋先生の木とは対照的に、人の手によって高い樹格を得たこの木は、現在は2本並んでの図章として愛蔵されています。心拍、名樹雲。私が知る限り、はじめに申し上げた歴史的名樹、昇天の龍に並ぶ日本の古典名木として、まさに胸をつかれるほどの名作です。山鳥の心拍というものがどのようにして名盆栽となったか、それを物語る名作中の名作と言えます。心拍。高木礼二さんがご自宅の庭で愛したこの心拍は、遠き昔より盆栽界に伝えられた名樹ですが、捻転する幹芸、細い枝シャリの動きなど、プロならば誰もが深い印象を持つ心拍盆栽の真骨頂といえる内容を秘めた古典名木です。わずかな数ですが、長く伝えられ伝承された名樹たちをご紹介しましたが、ここから幾点か現代に作られ発表された名木をご紹介します。心拍、名、東流の舞。日本を含めて世界中の盆栽愛好家がほとんどこの存在を知ると言われる名将木村正彦先生の代表作です。木村先生の手に入る前、この木は東北の地で山鳥からわずか数年、根は数メートル先にあった木を、まさに木村マジックによって明治と生まれ変わった現代の盆栽心拍技術のエポックの頂点と言われた作品です。今も木村先生の庭に静かに先生と息づいています。心拍、名風神。圧倒的な迫力。独特と言えるシャリと陣の形。心拍山鳥の名手と謳われた
井浦正寿園ご先代が見出し、その子息、隆さんの手によって内閣総理大臣賞を得た名木です。おそらく時価評価は日本の盆栽の中でも5本の指に入ると言われる価値観。それでも現当主の井浦さんは、私と共に生きる木と言って、今も長野県で元気に育てられています。心拍。名将小林邦夫先生が新たな境地を見出したと言われる現代の名作です。一度出来上がっていた木を盆栽は面で捉えず、厳しい線で捉える。ここを目指した先生がたどり着いた世界がここにあります。先にご紹介した明寿十雲とこの心拍、どこか共通した精神性を感じます。心拍、名丹頂の舞。この写真は当時開いていた長野県小布施盆栽美術館大館の開館の時に飾った姿ですが、北海道の大家本郷十郎先生が見出し、当時若き盆栽家天才と言われた鈴木真治さんが作出して内閣総理大臣賞を得た木です。縁あって私の下で20年近く栽培を続けた思い出深い木です。心拍。不詳私が何年かかけてこの姿へと導いた木。幹芸の素晴らしさ。流れる樹層。心拍盆栽のある種の理想を現代の中に求めたものです。残念ながら今は行方知れずという状態になっていますが、元気で生きていることを願っています。盆栽界の呼称として使われる文人盆栽というジャンルの中の木です。五葉松の立ちすくむ姿。まるで禅僧や達観した人がそこにいるように見えるこの木は、徒長をさせず、ただただ長い培養を繰り広げてたどり着いたかのような木です。ある意味盆栽の最終形を哲学的に物語る、まさに心にしみる木です。同じく盆栽界で大変有名な五葉松の文人。腰の高さ、食いつきの枝、そして枝配りへと至る魔調子。まさに空間優美というものを見事に表現した木として名高い作品です。雑木盆栽の中にも忘れ得ぬものが多くあります。この楓の株立ちは国風盆栽展の中でひっそりと飾られ、それでいていつまでも目に焼き付く風趣風韻を絵心のように表した木です。現代的な鉢移りが木の立ち姿、小枝の広がり、見事に表しています。同じく楓の冬姿ですが、こちらはおそらく100年を超えて盆状の石の上に息づいた根が一つの大きな景色を作り上げたガボンと言える味わい深い作品です。自然に林立する姿は波長の美という美を見事に奏でてくれています。数あるもみじの名木の中でも単管の立派な木ではなく、この名武蔵ヶ丘は記憶に深いものです。高木礼二さんごとく
もみじの持ち物の中ではこれが一番好きなんだよ。何気ないその言葉が、今、現物を見るたびに、なるほど、もみじの柔らかさ、もみじのたおやかな姿を、この中に見出します。同じく雑木盆栽の雄として、岩し手があります。株状のこの姿は、なんと100年前より、ほぼ同じ姿を持っています。北川霊室が見出し、最終的には国風賞を株立ちの雑木で受賞した名樹として、今も元気な姿が皆様の前に届けられています。現代的な視点で捉えられた木も印象深いものがあります。この梅、一重やばいは国風展恩人と言われる彫刻家、朝倉文夫先生の舞台、現在の朝倉彫塑館。ここで特別企画を行った時に、朝倉先生の遺愛品である銅板の上に仮に植えて飾らせていただきました。モダンな姿と古典の樹層のコントラスト。次の時代を思っての作品です。和美の雑誌の中に登場した心拍。もう十数年前の写真ですが、当時は独創的なこの姿に目が惹かれましたが、心拍の持つシャリ芸の独創性、現代でいうモダンなデザインへと続く光をこの中に感じた特徴的な木です。いかがだったでしょうか。わずかな数ではありますが、一つ一つ日本の盆栽界、そして私の心と記憶に残る木をご紹介しました。最後に、モダンな現代盆栽の締めくくりとして、この木をご紹介します。独創的なデザイン、独創的な鉢合わせ。現代盆栽の一つの姿として多くの映像に残されていますが、この木の思い出はひとしおです。この羽生の庭ができてもう20年。その頃にここで住み暮らした若き盆栽家が、自分で思う通り作ってごらんなさいと言って作り上げた木です。将来はどんな作家になるだろうと思っていた彼は、悲しいことに東北の大地震、この時に体を痛めて、そこからわずか1週間で天国へ行きました。彼の残した唯一の作品と言える木です。普段は大徳寺の盆栽庭園にありますが、今回この撮影ともう少し葉をすぐっておいてあげようと思って羽生へ一度戻しました。この木はこれからも私のもとで大徳寺に飾られ続けることになります。行ってしまった若者に笑われないように、この木と共に盆栽界を見守っていきたいと思います。今日はナレーションがほとんどの映像ばかりでしたが、いかがだったでしょうか。わびチャンネルは多くの映像のアーカイブスも所蔵しています。時々に今回のようなチャンネルも皆さんにご紹介したいと思います。ぜひチャンネル登録をお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。